はい、YouTube オーノマン TV のオーノマンです。私は今札幌市の中心部にある大通公園に来ています。決して札幌に出張できたサラリーマンではありません。実は本日は新たな求人の件でこの近くにやってきたのでありました。その求人とはハローワークで見つけたコールセンターの仕事になります。私はハローワークから紹介状をもらい、今回は履歴書と職務経歴書を PDF にしてメールで応募してみました。というのは、今回見つけた求人の依頼元は派遣会社で、私がこれまでお世話になったことのない会社である。だから派遣会社のシステムに私の情報を登録する際、紙の履歴書だと多分手入力で面倒だろうと思ったので、データで書類を送ったのだ。また紙の履歴書は郵送した場合、切手代が500円くらいかかる。今の私にとっては500円は大金だ。企業への一般的な応募だと書類が通ってからの面接となるが、今回は派遣会社なので、とりあえず派遣会社との面談があるだろうと思っていた。メールを送った夕方には電話連絡が来て、2日後の今日、私はその派遣会社を訪れた。オンライン面談もできたのだが、私はリアルに自信があるので派遣会社を訪れることにした。私は過去受電型のテクニカルサポートのコールセンターにおいて研修期間で脱落した苦い経験がある。ではなぜ再びコールセンターの求人に応募しようと思ったのか。それは今回の仕事内容がiDeCoに関するものだったからである。皆さんご存知、私はiDeCoをやっている。少しは知識がある。それに私は皆さん同様にお金が大好きだ。だから今回はいけるだろうと応募したのだ。お待たせいたしました。3万円失礼いたします。お待たせいたしました。失礼いたします。今回ももし採用が決まった場合、まず3ヶ月間の研修がある。そこで証券外務員
という資格取得を目指しながら、iDeCoの知識や電話応対を身につけるのだ。仮にこの証券外務員の資格を取得できなかった場合、仕事には就けない。以前私は松井証券のコールセンターの求人に応募したことがある。でも実際松井証券で株の運用をしている私にとって、そこで働く条件が合わなかった。今回の就業先も証券会社である。だからそれが疑問だったので、履歴書を郵送代をかけずに提出したのだ。派遣会社ではコーディネーターさんと初めは和気あいあいと会話していたのだが、途中から雰囲気が一気に変わった。私がたった2ヶ月でコールセンターを離脱した理由を話した後からだったかもしれない。私は嘘がつけない人間なので、コールセンターを離脱した理由を正直にコーディネーターに話した。すると会話の内容が一気にネガティブキャンペーンに変わった。覚えることが無限にある。職場は若い人が多く、上司も指導する人も私より年下なこと。私が良くても相手にストレスがかかること。職場は長期で働ける人を求めているなど、休憩スペースや個人ロッカーの話までしておきながら、おめえには無理だという雰囲気に変わってしまった。相手にそこまで言われたらすぐに引き下がる性格の私は、断りの言葉を発しようとした瞬間、そのコーディネーターは新NISAのお仕事はどうですかと言ってきたのだ。先ほどのiDeCoよりも時給が100円下がるが、それでもハローワークに掲載された求人の中では給料が多い部類に入る。私は仕事内容いろいろと聞いた後、新NISAのコールセンターの仕事にエントリーした。先ほどのiDeCoの就業先は証券会社であったが、新NISAの方は銀行になる。そして今回は就業までに証券外務員の資格を取得するのが採用の条件になる。お客さん前失礼いたします。お待たせいたしました。それでは失礼いたします。仕事開始は6月1日である。私は帰りに本屋で証券外務員のテキストを購入した。2300円もした。帰宅後早速テキストを開いてみたが、頭に全く入る気配なし。私は途方に暮れてしまった。私はまだエントリーした段階なので、この後派遣会社内で選考が行われるであろう。やっぱりやめますと電話するのも恥ずかしい。どうしたものか。とりあえず選考を待つ大野マンであった。もし本日の動画が面白いと思った方は、いいねとチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。ごちそうさま、美味しかったです。